皆さんこんにちは、まうえです。今回はリクエストをいただきました作りたい色を作るコツをなんとなく勘で作るのではなく、誰でも同じように再現できる方法でご紹介します。細かいポイントがかなり多いので、結論だけを知りたいという方は最後のおさらいの部分だけ見ていただいても大丈夫です。それではまずは使用するアイテムから。レジンと着色剤はお手持ちのお好きなメーカーのもので OK です。今回はそれに加えて作りたい色の画像とスマートフォンもお手元にご用意してください。もし作りたいものが手元にある場合は写真を撮ってその色味が実物に近くなるよう調整しておきましょう。続いて着色を始める前に知っておきたいポイントについてお話しします。まず使用する着色剤はできるだけ鮮やかな基本となる定番の色を用意してください。基本の色相に当てはまるような色が理想で、くすみカラーやパステルカラーなどすでに基本の色と混ぜて作られている色は今回は使用しません。また色を混ぜるときは基本の色のうち鮮やかな色と白と黒を使うのですが、鮮やかな色は 1,2 色しか使いません。3色以上入れると色が濁ってしまうので気をつけましょう。また白は少量でもレジンの透明度を落としてしまうので、透明な色味を作りたいときにはあまり使用しません。あえて透明度を抑えたふんわりした色合いを作りたいときや白を作りたいときに使用しましょう。ここまでのお話を踏まえて、ここからは理想の色作りをやっていきたいと思います。まずは作りたい色の画像を用意しましょう。次にインターネットでカラーコードスポイトで検索をかけます。すると画像の色のカラーコードがわかるサイトがいくつか出てくるので、そのうちのどれかをクリックします。用意した画像を読み込ませて知りたい色の部分を押すとカラーコードがわかるので、それをコピーしましょう。コピーしたカラーコードを Google で検索すると一番上にカラー選択ツールというものが出てきます。これで作りたい色がどんな色なのかという情報がわかるようになりました。この上の図をもとに黒を入れる量、下の直線をもとに使う着色剤の色を決めていきます。ちなみに上の図の横は白いレジンの量になるのですが、白いレジンを入れるのは最初にお伝えした通り主に透明度を抑えたい時になるので、基本的にはできるだけ白は使わずに着色剤を入れる量と黒の量だけで色を作っていきたいと思います。お手持ちの着色剤を色相の大体の位置に当てはめます。着色剤の濃さや光の当たり方によって色味は多少変わるので、大体の位置で OK です。基本的には作りたい色の左右にある着色剤を使うのですが、今回作りたい色は青にかなり近いので、一旦紫は使わず青だけで試してみようかなと思います。また作りたい色が黒に近い色だった場合は黒の着色剤も準備しておきましょう。モールドにレジンを入れて、そのレジンに直接ではなくモールドの縁に着色剤を出しましょう。着色剤を少量ずつレジンに入れて混ぜます。一気に入れると色が濃くなりすぎたりバランスを調整するのが難しかったりするので、色を見ながら少しずつ足していきましょう。作りたい色の上あたりの色合いになったら黒を少し足します。ある程度色を調整したら一度写真に撮ってカラーコードを確認してみましょう。実物に合わせて撮った写真の色味を調整してから
カラーコードを検索します。これを作りたい色と比較してみると、色味が薄い青に寄っていることと黒が足りていないということがわかります。なので右の紫側に少し移動するよう色味を調整したいのですが、このまま青を足し続けてもこの位置はあまり変わらないので、右側に確実に動くように最初に予定していた紫を少し加えてみましょう。もし逆に今の色味が紫に寄っていた場合は、薄い青を足して左に移動するよう調整します。こんな感じで現状の色味と作りたい色の差を見て、動かしたい方にある着色剤を足せば作りたい色に近づけることができます。というわけで今回は縁に紫を出して少しずつ足して調整しましょう。黒も足りていなかったので少し足しておきます。何色を足せばいいかわからなくなった時は、その都度カラーコードを確認すれば今何色が足りていないのかというのがわかるので、それに合わせて微調整すると確実に作りたい色に近づけることができます。ちなみに途中でもし色が濃くなりすぎてしまった場合は、レジンをそこにそのまま足して着色剤を薄めるのではなく、着色したレジンを別のモールドに一部移してからレジンを足して薄めます。そうするとレジンを足して薄くなりすぎてしまった時に、分けておいたレジンを足して色の濃さを簡単に調整することができます。こんな感じで色を調整していくと、理想にかなり近い色に仕上げることができます。比べてみるとこんな感じで色相の位置がほぼ同じで、黒の量もかなり近くて、実際に作った色を見てみるとほぼ理想通りに仕上がっているかなと思います。そんな感じで理想通りの着色ができたら、あとはそれでお好きな作品を作りましょう。少し手間はかかりますが、この調色方法を使うと何色を足せばいいかわからないという風に使う色に困ることがなくなるので、理想の色作りもかなりやりやすくなるんじゃないかなと思います。ここからは白を使って着色する場合のポイントも解説しておきます。作りたいのはこちらのチューリップのピンク色で、使う着色剤を決めるまでの工程は先ほどと全く同じになります。色相の位置的に今回はまず赤一色で色味を見てからオレンジかピンクを足して調整しようと思います。早速色を混ぜていくのですが、ここが一番大きいポイントで、赤を入れる前に最初に白だけを入れて、この一番最初に透明度を決定させてしまいます。後から白を入れるとその時作った色が大きく変わって調色がほぼ最初からやり直しになってしまったりするので、必ず最初に白で透明度を決めてから色を足すようにしましょう。それ以外の工程に関しては先ほどと同じで、困った時はカラーコードを調べながら微調整していきます。というわけでカラーコードに合わせて今回はオレンジを足して調整しました。白を最初に足す工程以外は先ほどと本当に全く同じなので、透明度が違っても色を作る難易度というのはほぼ変わりません。というわけでこんな感じの少し透明度を抑えたふんわりとした綺麗な雰囲気のピンク色になりました。最後に全体の流れをおさらいしておきましょう。まずは作りたい色の画像を用意してから、インターネットでカラーコードスポイトで検索し、出てきたサイトのうちどれかをクリックします。用意した画像を読み込ませて作りたい色をクリックし、出てきたカラーコードをコピーします。
コピーしたカラーコードを Google で検索してカラー選択ツールを確認しましょう。お手持ちの着色剤を色相に当てはめて、作りたい色の左右にある着色剤で色を作ります。着色剤はレジンに直接入れるのではなく、縁に出して少量ずつレジンに混ぜて色を少しずつ調整します。必要な場合は黒も少しだけ足しましょう。色味に困った時は一度写真に撮って実物に合わせて写真の色を調整し、カラーコードを検索します。作りたい色と比べると今回は黄色が足りていないことがわかるので、黄色を足して調整しましょう。これを繰り返して理想の色を作ります。色ができたらお好きな作品を作りましょう。どうしても手間はかかってしまうんですけど、それでも作りたい色に確実に近づける方法になるので、色作りに困った時は今回ご紹介した方法をぜひ試してみてください。というわけで少し長くなってしまいましたが、今回の動画は以上となります。この動画が参考になったよと思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録いただけますとすごく嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。